はい、こんにちは。カムル研究会の西尾です。今回はカムルアプローチ編その3、外骨格系問題解決とその偽解決に対するアプローチ、上田法という都市的療法の紹介について説明します。まずは外骨格系問題解決についておさらいをしましょう。カムルの入門のその6で詳しく説明していますので、そちらの方も見てくださるとよくわかります。カムルでは脳性運動障害の主要症状は弛緩性麻痺であると仮定しています。特に脳卒中になった直後は弛緩状態だけが目につきますよね。口が開いたままになったり、麻痺の手足がだらんとして動かなくなったりします。そしてこの弛緩状態の部位は水の入った袋のような状態です。プラスチックの袋に水を入れて口を縛り、テーブルの上に置くと重力に押されて安定するまで揺れながら広がりますよね。それに近い状態です。左のイラストを見てみましょう。麻痺側の手足は弛緩状態です。丸で囲んだ部分です。重力に押されて広がろうとします。すると、腱側の体を引っ張るんですね。救急車で運ばれてきたばかりの患者さんは、誰かが体を引っ張る、落ちると言われたりします。でも誰も引っ張ってはいません。弛緩状態の部分が重力に押されて安定するまで広がろうとするんですね。良い方の体が引っ張られているように感じるんですね。要するに、弛緩状態の部分は恣意性がなく、揺れてバランスを崩す原因になったりします。右のイラストでは座っていただくと、管足の上肢は水の袋のようですから、重りとなって体を引っ張ります。下肢は恣意性がないので踏ん張ることができません。それで管足へ倒れたりされるわけです。この弛緩状態ではとても思い通りに動くことはできません。そこで運動システムは動くために自律的に弛緩状態の筋肉を硬くするメカニズムを体の中に探し、総動員して体を硬くする問題解決を図るわけです。これはカムルでは外骨格系問題解決と言われます。それによって筋肉が硬くなり、なんとか指示や重心移動ができるようになります。そして動けるようになるのですが、しかし、外骨格系問題解決は他に選択肢のない応急的な問題解決です。必要以上に繰り返されて硬くなりすぎることがあります。そして硬くなりすぎて動きにくい、あるいは動けなくなる。そして痛みや不快感があるなどの新たな問題を生むようになります。つまり弛緩状態の筋肉を硬くすることは、最初は動くための問題解決だったのです。でも過剰に繰り返され、硬くなりすぎて皮肉にもまた動けなくなってしまうのです。このように最初は問題解決だけど、次第に新たな問題を生み出して、さらに状況を悪くするような問題解決をカムルでは偽解決と呼びます。外骨格系問題解決の偽解決の状態では、筋肉が硬くなりすぎることが原因で、まず運動範囲、重心移動範囲、運動速度が低下します。それに筋肉が硬くて動きにくくなり、動くために過剰な努力が必要で、軽い運動でも努力のために発熱、発汗、息切れ、疲労感などが見られるようになります。さらにもっと硬くなると動けなくなりますし、痛みや不快感が常につきまとうようになります。原因は筋肉が硬くなりすぎて、運動範囲や重心の移動範囲、動きの滑らかさや力強さなどが低下しているのです。少しでも思い通りに動くためには、まずは筋肉の過剰な硬さを和らげることが必要になってきます。筋肉の過剰な硬さを和らげ、外骨格系問題解決の偽解決状態を改善するための都市的療法には、上田法があります。上田法は誰でも身につけることができ、柔軟性を改善できる都市的療法です。特に脳性運動障害後の筋の過緊張状態を改善するのに効果的です。セラピストや看護師、医師などの医療職はもちろん、家族、教師、生活指導員、介護職員など、専門知識はなくても、適切な学習を通して治療効果を生み出すことができます。例えば専門知識はなくても、
まずは決められた C を3分間保持するだけで、過剰な硬さを和らげ、柔軟性を改善することができます。また、セラピストは姿勢や硬さの観察、評価の技術を通して、個々の患者さんに応じた適切な手技を選択することができますので、より大きな効果を生み出せるようになります。一般の人から専門職まで、それぞれのレベルに応じて効果を出せる柔軟で奥の深い評価、治療技術です。上田法は特に脳性運動障害に見られる過剰な筋の硬さを低下させて、運動範囲や重心の移動範囲、運動の速度を改善します。また、動くための努力が軽減されますので、軽い運動なら発汗や息切れをしなくなり、より長い時間活動ができるようになります。また、痛みや不快感を改善します。特に自分で動けない患者さんにとっては、これがとても助けになります。さらに、できない運動、寝返りとか起き上がりなどができるようになるなどの効果があります。これは運動や重心の移動範囲が広がることで動きやすくなるからです。つまり全身の柔軟性を改善することで、外骨格系問題解決の偽解決状態から患者さんを救い出すことができます。というのも、一旦硬くなって動きが減ってしまうと、患者さん一人ではこの過剰な硬さの偽解決状態から抜け出せなくなってしまうからです。つまり偽解決状態という袋小路にはまってしまうのです。そこで上田法を実施することで、患者さんをその袋小路から救い出すことができるのです。また、上田法の特徴の一つですが、ストレッチと比べて上田法の効果ははるかに長く続くため、運動リソースの改善、運動スキル学習の機会を継続的により多く作れます。つまり、運動療法を行う前の必須の都市的療法と言えます。まず1番目に上田法で柔軟性を改善し、偽解決状態から患者さんを救い出します。2番目に改善可能な運動リソースをできるだけ改善します。筋力とか持久力、杖などの環境リソースなど、使えそうな運動リソースを増やしていきます。そして3番目にさらに改善した運動リソースを利用して、必要な課題達成のための運動スキル学習の試行錯誤などを多く行うことができるのです。それによって動くことがその後また硬くなることを防いでくれます。それでは外骨格系問題解決の偽解決状態、つまり必要以上に硬さ、過緊張のある肩麻痺患者さんの歩行練習の例を紹介しましょう。この肩麻痺の方は、リハビリの初回には小刻みで不安定な歩行スキルで歩かれます。初回の10メートル歩行検査を見ると、10メートルを94歩で、歩幅平均は約10センチでした。そして10メートルを48秒かけて歩かれます。つまり秒速0.2メートル、1秒に20センチしか進めません。初回の歩行の印象は、コチコチ、せかせか、ふらふらという印象です。というのも、全身の過緊張で全身がコチコチに硬くなっておられます。それで股関節の可動域が小さくて、歩幅が極端に小さくなっています。また10メートル歩くのになかなか進まないので、一生懸命に早く歩こうとされますので、せかせかと小刻みな歩行スキルで歩かれるのです。また股関節可動域低下のために歩角が広げられず、杖もすぐそばについておられますので、基底面が狭く、バランスが不安定で、少しふらふらした不安定な印象になります。右の管足は線足位のため、支柱付き単下肢装具で矯正されています。硬い体で歩くために努力が必要で、10メートル歩くだけで発汗と息切れ、疲労感が見られます。つまり続けて長い距離を歩けない状態です。前の病院では歩行の実用性が低いと評価されています。そこでどんなアプローチをしたかというと、4週間、訓練の最初には上田法で体幹や股関節、側関節の過剰な硬さを和らげて、全身の柔軟性を改善しました。2番目には改善可能な運動リソースの改善をします。例えば、観測価値の姿勢や持久力の改善、全身の筋力強化などの
運動課題を行います。また、T 字勢を長くしたり、船速が改善するに従って舗装具を使用しないなど、環境リソースの検討も行いました。3番目に改善した柔軟性や指示性を利用した観測価値での指示練習、重心移動練習、ステップ練習、応用歩行練習などの運動スキル学習を実施しました。すると、患者さんの歩行は基底面を広げてゆったりした歩行スキルへと変化しました。4週後の10メートル歩行は35歩で歩幅平均28センチで最初の約3倍。時間は18秒で秒速 0.55 メートルと歩行速度も倍以上に改善しました。動きがゆったりして四肢の運動範囲が大きく、歩角が広がって T 字勢も長くして前方に疲れます。それで基底面が広がって重心の移動が基底面内に収まるようになって安定して歩かれるようになります。右観測の線測位は消えて、測定全体で設置されるため装具を外しました。そして連続200メートル以上歩いても息切れや発汗もなく、余裕を持って歩かれるようになっています。そして屋外歩行も事実されました。つまり歩行速度、歩行距離、安定性が改善して、歩行の実用性が大きく改善したわけです。余談ですが、カムルの講習会では、この患者さんの動画を通して変化が見られます。動画は講習会のみで見られます。他にもいろいろな方の動画が見られますので、ぜひ講習会にもご参加ください。さて最後に大事なことなのでもう一度。外骨格系問題解決の偽解決状態、つまり過剰な硬さや過緊張がある患者さんでは、1番目にまずは上田法で柔軟性をできるだけ改善することです。これによって外骨格系問題解決の偽解決状態から患者さんを救い出すことになります。2番目に他の改善可能な運動リソースをできるだけ改善しつつ、3番目に適切な運動スキル学習へ進むことで、患者さんの運動パフォーマンスを改善することが可能になります。それと大事なことですが、一見過緊張はないように見えても、局所的に存在することがよくあります。上田法講習会では、局所的過緊張発見のコツも学べますので、ぜひご参加ください。さて、上田法について詳しい情報や講習会の予定などを知りたい方は、上田法のホームページや Facebook ページもありますので紹介しておきます。それでは、これで今回はおしまいです。さようなら、バイバイ。